シャローン、高崎です。今日はエルサレム最後の夜の動画です。明日帰国するので、その前に撮ろうかなと思ってビデオを回してます。前回の動画を見てない方のためにギュッと言うと、今回はパリからイスラエルっていう旅で来てます。パリに住んでるユダヤ人たちですね。この10月7日のハマス襲撃以降にすごく迫害が増えていて、全世界で増えてるんですけど、暮らせないということでイスラエルに移住する。これアリアっていうんですけど、そのアリア一緒にフランスに住んでるユダヤ人たちと一緒にイスラエルにアリアするという、貴重な経験をさせていただきました。本当にね、現地ですごく迫害されている具体的な話とか、イスラエルに来れて嬉しいみたいな、そういう話は前回の動画でしたので、今回エルサレムでですね、たくさん見て聞いて体験したことをですね、少しお話ししていきたいなと思います。イスラエルについてから行ったこと、いろんなところに行ったりたくさんビデオを撮ったんですけど、印象的だった2つは10月7日に人質に取られた家族が人質に取られたその人質の家族に直接お話を聞けたことですね。テルアビブにいらっしゃる方に聞きました。息子さんがですね、人質に取られたっていうことですね。それから実際にハマスに襲撃されたキブツニルオズっていうところに行って、いろんな焼き払われた家とか見てきたんですよ。あと現地のそのキブツで生き残った人もいるので、その人に話を聞いたりとかしました。本当に貴重な経験がですねできました。でその時に砲撃の音もですね近くで鳴ってるのも聞きましたし、人生でね砲撃音と空気の響きを体験したことないんで、すごく貴重な体験だったんですけど、その中で感じたこともたくさんあるのでお話ししていきたいと思います。でイスラエル滞在中も少し編集したものを動画で何本かアップしたんですけど、早速ですね、フリーパレスチナというタグをたくさんつけた方がですねからのアンチコメントものすごいたくさんいただきまして、大変です。予想はねしてたというか想定の範囲内なんですけど、本当にたくさんアンチコメントいただきまして、ひどい言葉もたくさんいただきましたが、その中でですね、僕が現地で見聞きして現地の人から聞いたこと、そして、体感したこと、感じたことっていうのを発信していこうかなと思います。何かの情報が 100% 正しいって決めつけるのは良くないですよっていうスタンスですね。なので僕がこの動画の中でバランスを取ろうとは思ってないです、はっきり言って。そういうご意見もいただくんですけど、両方ね聞くならパレスチナ側からも今インタビューしろよみたいなね、今回普通に物理的に会えなかったんで、いたら聞きたかったですけど、このチャンネル内で僕がバランスをね 50-50 で取る必要はないと思っていて、チャンネルってさ偏ってるもんじゃないですか。なのでそもそも僕イスラエルの親善大使だから、仲いい人の中でイスラエルの人の方がめっちゃ多いし、もちろんパレスチナ大使館で働いてる日本人の友人もいるしね、いるけどさ、別にアラブのね料理店も行って食ってうまいとかやるけど、やっぱ仲いいのはイスラエル人が多いからさ、そういう情報になるので、その立場で聞きました。はい。別にこの中でチャンネルの中でバランスを取る必要はないと思っていて、バランスを取るのは皆さん情報を取る側がねバランス取りゃいい話で、それこそパレスチナ寄りに偏ってるのはほとんどのね、皆さんがご覧になるほとんどのメディアはパレスチナ側の立場での報道がほとんどなんだから、両方見てバランス自分で取ればいいんじゃないっていうスタンスです。はい。逆に言うとそのイスラエル側の情報を日本で取れないから、だからこのチャンネルっていうかこの情報に価値があると思います。僕がね今回こうやって撮ってビデオを撮ってアップするってことは価値があると思ってます。で、その話からしましょうか。じゃあそのパレスチナでね、よくこの5ヶ月間で3万人がイスラエルの攻撃爆撃などで亡くなったというふうによく、結構報道されてます。でそれ本当なのかなっていうのはすごく怪しいことですね。特に数字の部分ですね。3万人って本当かよっていうのが正直なところですね。今回の旅でいろいろ聞いた結果余計そう思いましたね。っていうかね、その3万人って数字をどこが出してるのっていうとハマスなんですよ。ハマスが運営するメディアなんですよ、全部。ハマスを通して出てきてる情報なんで、日本でいう僕らでいうと北朝鮮のニュースの数字そのまま信じるわけっていうところだから、その数字その情報はハマスから出てるんだっていう前提で見ないと、鵜呑みにねするのもねっていうのがあります。
もしかしたら本当かもしれないし、でも嘘かもしれないじゃないっていう、ちょっと慎重なスタンスにしたらいいんじゃないかなと思います。もちろんそれはイスラエル軍がね出している情報もじゃあ 100% 正しいのかっていうと別に分かんないよ。それは情報リテラシーの問題だから、情報を取る皆さんがこれはどこの誰が出している情報でみたいなのも含めて情報を取捨選択すればいいと思ってますが、ここでとにかく言いたいのは3万人って数字ハマスが出してるんですっていうことですね。そしてハマスっていう組織は、おさらいですね、知らない人のためにおさらいすると、ユダヤ人を全滅することが目的であり存在理由の組織です。よってハマスっていうものがあり続けるイコールユダヤ人が殺され続けるっていう、構図がまずありますと。で、ハマスのやり方っていうのはもう前からずっとそうなんですけど、基本的にパレスチナの人たち、民間人ですね、罪のない子供たちやそれこそ女性たちですよねを盾にする、肉の盾とかね言われますけど、盾にしてで攻撃、要するに攻撃させるんじゃないですけど、攻撃されるところに民間人を置いとくんですよ。でハマスの狙いは民間人を殺させることなんですよ、敵に。それでイスラエルね、敵ってイスラエルが攻撃した時に民間人巻き込まれるようにするのね、ハマスが。で巻き込まれたらそれを大々的にピックアップしてすごい報道するということですね。とある情報機関のすごい力のある情報機関の情報で言うと、ハマスが作ったアカウントね、要するにツイッターとかね SNS のアカウントが4万件以上あるんですね。4万件以上のアカウントをハマスが作ってうわーってツイートしたりなんかもね、画像ですよ、子供たちが泣いてる映像とかさ、そういうのをブワーってやっていくっていうこの情報戦なんですよね。実際僕が数日前にアップしてたくさんコメント来てるんですけど、ちょっとこう日本人じゃなさそうなね、だいぶ、直訳したようなコメントが多い、ちょっとこうあんまり、もしくは AI っぽいアカウントが多いんで、ちょっと本当にこれ4万件ハマスがアカウント作ったっていうのは結構本当かもなみたいな体感もあります。はい。で3万人じゃあね、3万人っていう数字をじゃあちょっと検証していきましょうっていうことなんですけど、じゃあ5ヶ月で3万人って言いますと、あまりね亡くなった人の数計算するのは良くないと思いますけど、5ヶ月で150日で3万人じゃないですか。1日あたり200人亡くなってるって計算なんですよ、イスラエル軍の攻撃でね。そんなことあるっていうことなんです。で実際に本当に起きたことでいうと50人ほどの人がイスラエルの空爆に巻き込まれて、亡くなってしまったっていうのはありますよと。でその50人亡くなったっていうのでもうわーってすごいメディアが盛り上がったわけですね。それはいいとして、でもあれちょっと待てよと、1日あたり200人亡くなってるんだとしたら、本当にですよ、本当に1日あたり200人亡くなってるんだとしたら、50人の時にそんなに騒ぐかなっていうね。分かんないです。これはでもよく考えた方がいいっていうか、毎日当たり前に200人が亡くなっている状況で50人の騒ぎ方がちょっと異常だなっていうのがあるんで、この3万人って本当かよみたいなのがあります。そしていろいろこれはイスラエルの軍の人にも聞いたんですけど、本当にこう民間人を極力傷つけたくないので、先に放送でもするし、空からビラまいたりして、今から例えば48時間後に空爆するんで民間人の方は逃げてくださいというふうに通告を出します。結構出してるそうです、僕らが思ってるより。なんでかというと、ハマスってさ、民間人との区別がつかないですよ。完全にハマスって人とハマス的思想を持ったその民間人がある意味ちょっとハマス的な存在になったりっていうパターンもあったりするから、で別に軍服着てるわけでもないしさ、民間人の格好でいきなりバンって撃ってくるかもしれないっていうことで、こっちからすると民間人なのかハマスなのかわからない、境界線が曖昧という事情があって、でその中でじゃあハマスの地下のね迷路の入り口がある、入り口を、学校とか病院とかにわざとするんです、向こうはね。ですね、要するに入り口を見つけるために爆撃をしなきゃいけなくて、その爆撃は要するに女性子供が多い、弱い人が多いように向こうが入り口を作ってるわけですよ。なので爆撃するんで逃げたら民間人だから、この戦いに関係ないよっていう人は逃げてくださいねっていうふうに通告して、逃げたらその人は民間人、残って戦ってるってことはハマスですよねみたいな
やり方っていうかね、そういう風になるわけです。だから世界的なね世論は高崎も知ってるわけで、とにかく今すぐ停戦しろと、イスラエルね軍を引けと、やりすぎだみたいなことなんですけど、結局それハマスをここでハマスっていう組織をですね解体しないと、要するに滅ぼさないと、結局イコールそれはユダヤ人が殺されるっていうことになるというわけで、それはパレスチナ人をやるっていうことではないんですね。人をやるんじゃなくて、組織を破壊するのが目的なわけです。なぜなら繰り返しますが、ハマスっていう組織の目的がユダヤ人をゼロにすることだからですね。つまりフリーパレスこれは僕の言葉ではないんですが、ユダヤのね人たちが、ユダヤ人イスラエルの人たちが言う言葉をそのまま言うと、フリーパレスチナっていうのはすごく聞こえがいいように聞こえます。パレスチナに自由をみたいなね聞こえますが、イコールその意味はユダヤ人をゼロにするっていうことなんですね。フリーの意味がジョルダンフリーfrom river かなで、エンデッドシーみたいな、そういう、すみません忘れました、この川から海までっていう意味なんですね。ヨルダンそう川から海まで、フリーパレスチナの意味は川から海までパレスチナだって意味で、それは要は全部ですね、ヨルダン川からこっちの端っこの海までなんで、全部ですよ。全面を、パレスチナにするっていうことじゃん。ってことはユダヤ人を全員殺すっていう意味なんで、フリーパレスチナって叫んでる人はユダヤ人をジェノサイドしろっていう叫んでるのと同義になっちゃうんですよね、これが。その意味を分かってデモに参加してる人はどれぐらいいるのかなっていう感じなんですけど、そういうことですね。そうで言い忘れましたが、ハマスがパレスチナ人を苦しめてます。言っとくけど、そのハマスが統治しているガザ地区をイスラエルが統治してた時もあるんですけど、その時よりもハマスが統治している時の方がひどいんですよ。すごくひどいんですよね。なのでパレスチナ人の本当に苦しめているのはハマスなんだっていうことをどれぐらいの多くの人が認識しているかっていうことですね。それで話前後するんでちょっとあれですけど、でハマスその爆撃前にね、それで爆撃前に警告するじゃないですか。で民間人は例えば南に逃げなさいね、逃げてください、48時間以内に爆撃するんで南に逃げてくださいみたいな警告するじゃないですか。そうするとハマスがこの民間人を行かせないんですよ。あれは嘘だとかあれは罠だとかって、あとは言ったら行くならこの場で殺すぞみたいな、脅したりいろんな手を使ってハマスが逃がさないようにするんですよ、この民間人を。警告が出てるのにっていろんな理由で逃がさないようにして、でイスラエルは宣言通り爆撃しますよと。で民間人が巻き込まれちゃって、それをクローズアップして、それをハマスが取って大々的に放送するっていう、この構図、これは基本的なやり方なんですよね、ハマスの。だからパレスチナの罪のない人たちが巻き込まれて、女性や子供だったりとかが巻き込まれることは本当に残念なことだし悲しいことです。それは全然肯定してないですよ。もちろんひどい悲しいことですけど、それによって一番喜んでいるのは誰かっていうことですね。ハマスなんですよね。やったみたいな、ネタ取れたぜみたいな感じで、それを大々的に放送しているというのが実態なわけです。なので一部分だけ見て、わあこんなひどいことが許されていいのかみたいに怒り散らすのはちょっと一旦落ち着きませんかっていうのが僕の主張ですね。実際に人質になったですね、方のインタビューも聞きましたけど、実際にやっぱ話を聞くと心の痛みは伝わってきますよね。今回息子さんが誘拐されてたお父さんに話を聞いたんですけども、そうですね、ちょっと言葉にならないっていうのはこのことかっていう感じなんですけど、息子さんたちはですね、この場にいる全員を殺すかついてくるかどっちにするかうちらについてこい、さもなくばこの場にいる全員を殺すぞみたいな感じで女性と子供がいてね言われて、それでついていったみたいなことですね。で今
今はイギリスの政府とかいろんな100以上の団体に働きかけて、それこそエジプトに掛け合ったりとか、いろんな手を尽くして、人質の解放のために動いてらっしゃるということです。でその特設会場みたいなところがテルアビブにあって、でそこにはトンネル、ハマスの地下トンネルを模したコンクリートのトンネルが設置されていてですね、疑似的なハマストンネルの体験できるものが提示されていて、その中を自由に入って体験することができます。それによって人質がどういう気持ちなのか、感情なのかっていうことを体験できるっていうのもあります。でこの黄色いリボンですね、黄色いリボンが今回のこの、人質の奪還作戦に賛同しているっていうような意味合いですね。はい、そういう今活動があったりします。それからキブツですね、実際に襲われたキブツにも行きまして、このハマスがフェスを襲撃して亡くなった方、364人、それ以上とも言われてますが、その方たちの、顔写真といろんなろうそくとかがある場所に行きました。その時砲撃がですね、たくさん鳴り響いたりしていて、すごいびっくりしたんですけど、こちら側に飛んでくるものではなく、イスラエル軍による砲撃だということですね。その後実際に襲われたキブツに行ったんですけど、何人か本当に家族ごと殺されたっていう部分もあるし、家もあるし、誘拐した後になぜか家に火をつけられたところもありました。でもちろん普通そうに見える家も銃弾の跡がですねあったりですとか、生々しい当時の状態で、ありましたね。で実際今そこは住んでる人はでも3人ぐらい住んでるって言ってましたけど、基本的にはそこに住んでた人も一時的に何ヶ月かはイスラエルの中央のエルサレムだったり、その辺に中央部に移り住んでホテル暮らしをしているそうですね。で実際に生き残った家族、逃げ延びた本当にいろんな倉庫に隠れたりとか、そこからいいタイミングで移動して運よく見つからなかった方なんですけど、そういった生き残った方に話を聞くことができました。僕からそのアラブに対してのイメージは今回の10月7日以前と以降で変わりましたかっていう、変化がありましたかっていう質問をしました。したらそもそも彼女の中ではユダヤが良くてアラブが悪いっていうような、そんなシンプルな考えはなかった。そういう決めつけみたいなものはなく、同じ人間だし、特にガザまでめっちゃ近いんですよ、このキブツがね。なんで隣人として、同じ人間だしっていうふうに思ってたと、前は。でも、今回の事件以降そういうふうには思えなくなってしまったっていうふうには言ってましたね。心情を考えると当然かなとは思いますけど、特に本当にだから痛み、今回会われた人の痛みがすごく伝わってきたところではありますね。でその方が言ってたことも一つ証言として重要で、ある家族がですね殺されたんですけど、それを、ニュースではイスラエル軍が殺したと、イスラエル軍の攻撃によってこの同じキブツって村なんですけどね、大家族みたいなもんですわ。でその家族のような存在の方が亡くなったんですよ。でそれをニュースはイスラエルの国防軍がやったと、国防軍の攻撃で殺されたっていうふうに言ってるんですけど、それはもう完全に嘘だと、これはハマスがこの家族を殺したっていうのはもう私が証言ですみたいなことを言ってたんで、そういうのやっぱ多いんだろうなっていう感じですね。ハマスが実際やってんだけどイスラエル軍がやったっていうことは多いのかなって僕は現地で聞いた印象です。でもこういうのってちょっと水かけ論になっちゃうからさ、逆だろみたいな意見もあるじゃない。だからそういうのどっちを信じるかはあなた次第ですみたいな感じだけど、僕は普通に冒頭にも言いましたハマスから出た情報とイスラエル軍が公式にね出している情報、どっちが信頼性が高いかっていうと僕の中では答えがあるんですけどね、皆さんが自由にどっちの情報を信じるかは皆さんが決めたらいいと思いますが、実際に住んでる人から聞いたからね、そういう嘘をハマスはよくつくんだなみたいなのは思いましたよね。であとそうですね、あとは事件から半年経った時期ですね。今この撮影僕が来た時期は3月の末ですね。なの
で半年経ってますが、まだやっぱ痛みは消えないですね。国全体がこのことを考えない人はいないというふうに言ってましたので、痛みは消えないんですけど、ここがちょっと文化的に日本と違うところで興味深いなと思ったのは、喜びを多くしようみたいな。悲しみが多いからこそ、より喜びをもっと大きくしよう、喜ぶことを多くしようみたいな文化なんですかね、民族性っていうのはあるなと感じました。でちょうどね、僕たちが来た時がプリムって今もやってるんですけど、プリムの祭りって言ってユダヤ人がそれこそ殺されそうになったところを大逆転して解放されたっていう、その危険から解放されたっていうのを記念した祭りがプリムっていう祭りなんですけど、これ旧約聖書の中のエステル記っていうのを知ってる人はいるかもしれませんが、エステル記から来てるんですね。エステルの時代にハマンっていう人がいて、それこそハマスの語源なんですけどね、ハマンっていう人がユダヤ人を全員殺すって言って、その法律を制定しちゃった。国王をそそのかしてそういう法律を作っちゃったんです。ユダヤ人を全員殺していいみたいな。でその法律が明日にはその法律が実行されて、ユダヤ人が全員殺されることになってたんですけど、前日に大逆転して逆に解放された、いじめられなくなったみたいなやつがあるんですよ。それの記念する祭り、そのプリムの祭りですごく仮装してね楽しむんですよ。ハロウィンみたいな感じですわね。ハロウィンは悪魔崇拝ですけど、あんな感じのノリですごく仮装して、特に子供たちがすごい仮装して楽しむみたいな、もう思いっきし楽しんでるっていうのがあって、本当だから悲しいからこそ喜ぶことやろうみたいな気質はあるなと思います。日本はねそういうのないじゃないですか。自粛の文化じゃないですか、ね、震災とか災害があるとで楽しいイベントやろうとすると、そんなけしからんぞ、そんな不謹慎だなみたいな感じで、被災の人の気持ちを考えないのかとか言われちゃって、自粛ってなっちゃいますけど、どっちがいい悪いじゃないんですけど、そういう民族的な気質の違いはあるなとは感じました。だから本当に悲しみと喜びが両方入り混じってる感情っていうような印象を受けましたね。国全体から僕が感じた感情の状態っていう感じですね。最後に、3月時点ですね、今の3月時点、2024年の3月時点の状況、危険度。エルサレムは全然大丈夫ですね。エルサレム、テルアビブ、ヤッフォあたりはもう全然安全ですね。安全しても日本よりは安全じゃないよ。それはずっと前から。イスラエルはそういう意味だとできた時から別に安全じゃないんで、普通のイスラエルのレベルですね。だけど、基本的に国境沿いは危ない。視界もちょっとあんまお勧めできないし、ナザレとかガリラヤ湖もちょっと危ないっていうのはありますね。南の方はあとはもう危ないよね。なんでイスラエルにいらっしゃって楽しむであれば、エルサレム、テルアビブ、ヤッフォって港町ですごい綺麗なところなんですけど、その辺りが安全でおすすめかなと思います。観光客がもうほとんどゼロになったと言っていてね、観光業が壊滅的なので行ってみたいなっていう人は普通に来たらいいと思います。はい、ということで、今回本当にたくさんの気づき学びがある、ものすごい濃い旅でした。マジで本当に来てよかったですね。またこういう機会があれば来たいなと思いますし、またこういった情報どんどん他のメディアではあまり聞くことができないと思うので発信していこうかなというふうに思います。はい、ということでエルサレムの最後のでした。はい、ここがエルサレムの中心部の夜景です。最後は夜景で締めます。バイバーイ。